にちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA に行く前にぜひチェックしていただきたい、見逃してほしくない新商品を紹介します。特にキッチンアイテムや冷感寝具などおすすめがありますので紹介します。皆さんもう8月ですね。もう8月といえばハロウィンですよ。ということで、こちらフリーザーバッグが出ていました。今年はお化けと雲柄ということで、こちら2種類セットで入ってます。ちょっと小さめのサイズなのでお菓子を入れるのにぴったりだと思います。フリーザーバッグは特に売り切れが早いので、欲しい方はぜひお早めに買っておいてください。もうめちゃくちゃ可愛くて、去年のもねまだ残ってはいるんですけど、私買ってしまいそうです。今年はこのお化けと雲のモチーフのものが多くなっているみたいです。北米なんかはもう出揃ってるみたいなんですけど、日本でも情報が出たらまたご紹介します。これすごく見るの楽しみにしてたんですよ。包丁ホルダーです。マグネットが入ってて、このようにくっつけて使うものになります。実物見てびっくりしたんですよね。すごくこの板が厚くてですね、重厚感のある作りでした。この見本を見る感じ、ちょうど包丁3本ぐらい立てられそうですね。木の質感が他の IKEA アイテムとも似てるので、統一感が出て良さそうです。製菓コーナーです。シリコン製のケーキ型が出ていました。直径20センチで深めのタイプとスクエアのタイプが出ていました。持ち手部分がしっかり大きくて使いやすそうです。もちろんオーブン対応で225度まで対応と書かれていました。こちらのスクエア型の方は 25×25 センチとなっていて、だいぶ大きめです。で、私が見た時はこの2種類しかなかったんですけども、他国のサイトを見るとマフィン型も出てるみたいです。ちょっと日本にも来るといいなと思います。シリコンなどでくっつきにくそうで、ちょっと使ってみたいなと思います。で、こちらパイ皿です。こういう小型のパイ皿が欲しかったので、こちら購入しました。後ほど購入品と合わせて紹介します。こちらバッグコーナーなんですけども、皆さんこれご存知ですか？ IKEA の隠れヒットアイテムなんですよね。この防水バッグなんですよ。こちらリニューアルしてました。色がブラウンになってますね。紐のところがこうやってくるくるっと端を丸めて、この留め具を留めると完全に中身が濡れませんよという袋なんですけども、あれ、商品名ちょっと変わってますね。今までのものと。ビーチやカヤック、キャンプなどのアウトドアや、あと銭湯で濡れたくないものを入れたり、あとプールの用品など濡れたものを入れる人もいます。で、それの大きいタイプが新しく出てました。もともとその高級なドライバッグと同じ仕組みでこの価格なんてすごい人気になったものなんですけど、耐久性とかがね違うんでしょうけど、大きくなってもこの価格なので試しやすいと思います。またまたヒットしそうです。水着一式は余裕でいけそうです。愛用されてる方、ぜひ活用例教えてください。久しぶりにこのエコバッグ買っちゃいました。毎年 IKEA でシーズナルで出る軽いエコバッグです。毎回柄が変わるので、お気に入りの柄の時に購入してください。本当私もたくさん持ってるんですけどね、今回はどうしても娘がこの柄が欲しいということで買ってしまいました。とにかく軽くてコンパクトなので、エコバッグ、また旅行の時とかに荷物が増えた時に活躍します。このように持ち手は短いのと長いのと2種類ついています。地味に便利です。こちらのタグはちょっと気を使いながら引きちぎってください。商品名がこちら以前からと変わっているのに今気づきました。ずっとスキンケっていう商品名だったんですけど、で毎回シーズナルで入れ替わる商品なので、以前のものが安くなりがちです。日本の店舗では共通でグリーンのものが安くなってまして、店舗によっては他の柄も安くなってたりします。私は旅行の時必ずこれをサブバッグの中に入れておきます。安いのでガンガン気兼ねなく使えるのもいいんですよね。こちらの耐熱皿紹介していきます。
最近ヘルシオのスチームオーブンをよく使うので、オーブンがいけるお皿が欲しかったんですよ。はい、こちら左から食品 OK ですよマーク、電子レンジ OK マーク、食洗機 OK マーク、250度 OK のマークとなっています。素材はガラス製です。最初は4つセットじゃなくてもいいのになって思ったんですけど、めちゃくちゃ使えますね。ちょっと横から見た時に模様が入っていてとても素敵です。さりげないシンプルなデザインでいいと思います。ちょっと試しに卵料理をいくつかやってみようと思います。ちょっと全体にオリーブオイルをかけておきます。卵ってめちゃくちゃこびりつくじゃないですか。それがちょっと苦手なので、でも卵を気軽にオーブンで焼きたいということで、はい、やってみます。ちょうどこの卵1個入れるのにちょうどいいサイズだなと思ったんですよね。こちらはヘルシオのスチームオーブンです。はい、電子レンジで加熱はしてないです。このちょうど大きさがぴったりでしたね、イングリッシュマフィンに。もう高さもね高すぎないんで、このオーブンの上段にぴったり入りましたし、あと惜しかったのはせいろにもぴったり入るんですよ。高さ方向はいけたんですけど、ちょっと横方向が大きくて、これ無印のせいろですけども2個ギリギリ入んなかったです。グラタンを焼いてもいいですし、見た目がシンプルなので別に耐熱皿としてだけじゃなくて、こうヨーグルトを食べたりですとかサラダ食べたりですとか何にでも合いますので、最強のお皿だと思いました。はい、お店に戻りまして新商品紹介していきます。まずはこちらの緑のお部屋からクッションカバーを紹介します。クッションカバーたくさん新しいのが出てまして、今期はとてもカラフルです。こちらのひまわり柄ですかねのものは裏側も同じ模様となっています。結構カラフル回帰してきてますよね。こちらのルームセットに置いてあるこちらのクッションカバーも新商品です。こちらは少しアースカラーが混ざっているので、お部屋に合わせつつフォーカルポイントになるなと思いました。右の丸いものも新商品で、こちらはクッションカバーではなく中身の入ったクッションです。ちょっとベルベットな質感です。ちょっと部屋の雰囲気を変えたいなっていう時、クッションカバーってすごくいいですよね。IKEA ならお手頃価格で試せるのでいいですよね。こちらもマルチカラーなんですけど、ちょっとこう色味が落ち着いていて素敵だなと思いました。こちらはスウェーデンのデザイナーヘレーネさんのデザインということです。ベッド売り場の方でこちらのクッションがディスプレイされていました。ピンクとレッドのボーダーの寝具とコーディネートされていました。薄いピンクがリンクしていたんですね。この布団カバーもすごく可愛いですよね。新商品です。裁縫がお得意な方、カットクロスなんていかがでしょうか。新商品がたくさん出ています。いや、私は全く裁縫をたしなんでおらず、あんまり語れないんですけど、めっちゃ可愛くないですか。すごい長い犬なんですよね。可愛いです。あとはこんなチェック柄のものですとか、新しい柄がいろいろ出ていますので、ぜひ見てみてください。 150×300 センチで売っています。先ほどの緑色の部屋に戻ります。こちらシンプルな棚なんですけども、もともと白色でいろんなシリーズ展開のある商品です。高さが 30.5 センチなのでギリファイルボックスが置ける高さですね。こちらデスクライトも緑になっています。こう角度を変えられて便利ですし、これ私も白持ってるんですけど、このデザインもすごく素敵なんですよね。線が細くてシンプルですっきり見えるので気に入っています。この棚の上にある緑のネズミはスピーカーです。こちらルームセットが模様替えしていました。最新のルームセットを一緒に見ていきましょう。思いがけずこの部屋ですごく楽しみにしていた新商品見ることができました。めっちゃ可愛くないですか。こちらのちょっとグリーンの棚なんですよ。メタルの質感と棚板が木っていうこの組み合わせがとても可愛いですよね。
ここがねちょっと見えない収納だったらなおいいかなと思ったんですけど、植物を置いたりしてもいいですし、ボックスをね使えばいいかななんて思いました。落ち着いた色味で素敵でしたね。棚板の最大荷重は 15kg です。プリンターとかもね全然置けちゃいますね。ロック機能のついたキャスター付きとなっています。でキャスターもちゃんとこのグリーンの色味なんですよ。結構しっかり安定感もあって、横から見たところもすごく素敵でした。秀丸さんと豚汁さんの素敵ハウスにもね確か似たようなのがあったんですよね。こちらのコンパクトなデスクはカラックスシリーズのものです。出ちゃいました。新商品のウォールラック、意外と大きくてしっかりしたサイズ感なんですよね。このお値段の割に推し活グッズなどを飾るのにしまうのにぴったりです。こちら壁一面緑になってまして、すごいですよねスツールも緑っていう。でオレンジがアクセントカラーなんでしょうね。ベースグリーンのこちらオレンジ色が新しく出ました。モニタースタンドでございます。モニタースタンドですけども、こうやって公式もモニターを置かないで使っています。こちらのグリーンのウォールシェルフもとても人気の商品です。この商品ずっと人気で品切れ気味なんですよね。でここからまたすいません、ちょっともう一回部屋の対角に戻るんですけど、日産フォースのミニサイズのワゴンが置かれていました。で注目したいのはクッキスというボックスが仕切りに使われていました。ぴったりなんですね。知らなかった。このミニサイズのもこの長手方向に置いてぴったり収まっていましたね。とにかくオレンジの小物を集めた感じになってるんですけどこちらはうがい用の子供用のうがい用のコップなんですけども、サボテンが入れられてました。こちらテレビが置かれていたり壁面一面に収納が置かれてるんですけども、エーケトシリーズです。IKEA の中では奥行きが浅めの収納なんですけども、このようにファイルボックスがしっかり入る奥行きとなっています。あちら奥まで全部エーケトシリーズです。そしてアクセントカラーのオレンジのソファーです。こちらは IKEA にしては珍しくコンパクトなサイズ感となっています。このコンパクトタイプっていうのはもしかしたらアジア圏だけの発売なのかなと思います。 IKEA はね大きめの家具っていう印象があると思うんですけども、こういったコンパクトタイプっていうのもあるのでぜひチェックしてみてください。こちらのクラシックなルームセット、さっきとね全然打って変わってですけどもクラシックなルームセットなんですが、とても素敵な新商品が出てたので紹介します。めっちゃ意外だなと思ったんですけど、こちらのデスクなんですよ。こんな丸っこいエレガントなデスクありますかっていう、とにかく可愛いお部屋にしたい方いかがでしょうか。でもそんなに可愛すぎないデザインっていうかエレガントな雰囲気になると思います。ちょっとうまく撮影できなかったのでデスクコーナーに行きますけども、丸いんでね角っこが、引き出しのサイズは小さめです。でも取っ手のデザインもとても素敵です。キャビネットの上には新商品の花瓶が置かれていました。そうもうねこのぐらいの花瓶になってくると何も刺さなくても可愛いんですよね。こちらは LED のキャンドル型のライトです。ちょっとねこちらの見本は電池が入ってなかったので光らせられなかったんですが素敵な商品ですよ。炎のようにチラチラと光る商品となっています。でデスクもう一個紹介したいです。こちらは実用的なデザインのデスクです。全部が竹なんですよ。なのでちょっとジャパンディテイストのお部屋なんだけど、こうデスクもなじませたいっていう時に良さそうかなと思いました。引き出しがね半分だけ引き出しで半分は棚みたいな面白い作りになってました。あと後ろに少しスペースがあって電源タップなどを置けるようになってるみたいです。
上に置いてあるのは別の商品です。モニタースタンドです。色味がすごく合ってるのでセット商品のように見えていますが、こういう全部木材のデスクもいいなと思いました。こちらトロッテンっていうオフィス系のシリーズなんですけども、この引き出しユニットめっちゃ可愛くないですか？色がオフィス向けなのでしっかり頑丈なのが特徴のシリーズです。ただちょっと気になったのが、これ引き出しが3段とも同じ深さなんですよ。今時ペーパーレスなんですかね。一番下の段はね、こう書類のねファイルを入れたりしてる時期が、ありましたけども、とはいえとても色が可愛くて惹かれました。こちら竹製のフロアライトなんですけども、新商品でして気になっているシリーズです。実際にこうやってルームセットで飾られているのは初めて見たんですけども、思ったより電球の存在感を感じるなとは思いました。正直めっちゃ眩しいとかでは全然ないですけどね、こういう押し入れがあるような和室にもとても合う商品だと思います。あと同じシリーズのこちらはテーブルライトなんですけど、これはとても使いやすそうですね。もう楕円な形がモダンな雰囲気もあっていい塩梅だなと思います。こちらはサイドテーブルのように置かれていますけども、ポータブルではないのでその点だけご留意ください。ちなみにこちらのサイドテーブルも新商品でして、マットな質感が素敵なサイドテーブルとなっています。こういう黒系ともね、この竹製のランプ相性いいですよね。あとウォールランプもありました。こちらはちょっとコンパクトなので使いやすそうだなと思いました。全然ね電球が眩しいっていう感じしなかったです。皆さん厳しい暑さですございますけども、 IKEA には冷感寝具がございまして、私のおすすめはこちらの掛け布団でございます。なんでおすすめかと言いますと、よくある冷感寝具ってポリエステルでヒヤッとさせてるのが多いと思うんですけど、表面の素材がですね、こちらはリオセル 100% なんですよ。ポリエステルはヒヤッとするんですけど汗は吸わないので蒸れやすいと言われています。このリオセルは吸湿性と放湿性に優れているので蒸れにくいと言われています。ただリオセルは価格が高いって言われていまして、結構他社でも高級な部類になります。IKEA ならちょっとお安く買うことができます。でしかもこれのいいところはすごい薄手なので洗濯機で洗って乾燥もできちゃうんですよ。なのでダニも死滅して安心です。そうなので私はカバーをかけずに使ってます。ぜひ他社製で寝具見る時も素材に注目して選んでみてください。皆さん今年 IKEA の新商品でこれ買ってよかったなっていうものありますか？ちょっとそういう動画撮ろうかなと思ってまして、まだね今年残ってますけども、ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。